皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、世の中には、たくさんお絵かきアプリがあるぞということで。あるぞ実際私はいつも仕事ではクリップスタジオペイントを使ってる。そうだね。そう。で、よく YouTube の撮影ではアイビスペイントっていうのも使ってる。使ってる。しかし、これ以外にもたくさんあるんですよ。マジか、そんないっぱい世の中にはあるのか、アプリが。ということで、今回はいろいろ人気そうなお絵かきアプリをダウンロードしてみて、プロ絵師と初心者で初めての使い心地を正直レビューしてみたいと思います。俺はアイビスペイントしか使ったことがないぞ。S 君はね、そうでしょ。私はクリップスタジオとアイビスペイントだけは経験がある。確かに使えるよね。だけど他は本当にマジで使ったことないよ。確かに確かに。もしかしたらこれで新たにね、自分に合うね、お絵かきアプリが見つかるかもしれないし、新たな発見があるかもしれないので、ぜひやってみたいと思います。それでは早速やっていきましょう。では、まずは、さっき私とエスクも二人とも使ったことあるって言ったんだけど、まずはアイビスペイントでいきたいと思う。まあ、手慣らしみたいなもんやね。まあ、無料のお絵かきアプリのもう代表といえばアイビスペイントで、まあ、誰もがもう使っているのがアイビスペイントじゃないかなって今思うので、まずはこれを一番最初に試して、ここからスタートしていこう。はいはいはい。じゃあ早速アイビスペイントの書き心地、正直これだけは初めて使うじゃないから、初めてのレビューではなくなっちゃうんだけど、まあ、アイビスペイントのいいところは、まあ、初めてでもすぐ簡単に使えるっていうことと、ブラシの種類の豊富さ、あと、このなんか、広告さえ見れば、いろんなペンが使えるようになる。ブラシね。そう。めっちゃ使える。まあ、正直私がいつも使うこの G ペンハードに至っては、もう広告さえ見なくてもいけるっていう良さがあるんだけどね。確かに。本当に。わかりやすくていいよね。ここにさ、全部ついていいんじゃん。そう。フィルターとかさ。そう。まあ、強いて言うと、まあ、初心者が一番初めて触った時に、このフィルターとか押した時に、何が起きたかよくわかんなくなるっていうさ、下にいっぱいなんかブワーって出てくるじゃん。確かに出てくる。だけど、それがさ、何なのかわけがわからないってことだけは多々あるけどね。多々あるけど。まあでも使えばね。使っていくうちにできるし、何よりもみんなが使ってるからさ、アイビスペイントの動画いっぱい出てくる。確かに。やり方の動画とかね。それは本当にありがたい。もうなんかすごいペンだな、これ。何ペンで書いてんの？これなんだべ、これ。影付き文字。文字書く用のペンじゃねえ。プリクラとかで文字書く系のペンじゃねえ。そういうことか、影がついてる文字ってことか。かな。私あとね、結構大事なのは、これ、結構このお絵かき系に備わってること多いけど、S 君のね、ペンだと関係ないかもしれないんだけど、私のこの使ってる、アップルペンシルだと、ダブルタップで鉛筆と消しゴム切り替わるのね。点々ってやるとペンになる。俺のできないんだ。私ね、これすごい、もう無意識に使っちゃうのよ。このダブルタップで消しゴム鉛筆っていうのは。だからこれ繋がってるかどうかって結構大事かもしれない、お絵かきアプリに。なるほどね。はい。じゃあ、アイビスペイントでとりあえず簡単な絵描けました。うまっ。まあもう本当に今回は実家にもないしざっくりで、ちょっといつも使わない感じのペンをね、新たにちょっとアイビス知りたいなと思って使ってみた。確かに。可愛いよね。まあいつも通り描きやすかったです、すごく。エス君はどうですか？俺もシンプルにいつも通り描きやすかったって感じ。そうだよね。めっちゃ。俺の描いた絵はね、あれだけど、俺も新本先生を動物みたいな感じにしようって私なのこれ私？目がでかいと口もでかいでしょ。ああ、そうだね、確かに。何持ってんの？スナック菓子やバナナ。一応漫画でね、さっきのバナナ。スナック菓子かと思った。なるほどね。じゃあまずこのアイビスペイントはもう正直今更いいのよ。私たちがもうレビューするまでもないから。いやもう素晴らしく使いやすい。使いやすい。じゃあここをベースにね、行きましょう、次。じゃあ次のアプリ行きたいと思います。じゃあ次のアプリ行きたいと思います。このアプリはですね、結構コメント欄でも一度使ってみてくださいっていうコメントをたくさんもらっておりました。メディバンペイントってやつ。なんか聞いたことはあるよ。メディバンペイントって読み方合ってるよね。とりあえずやってみたいと思います。いいですか？はい。初めてです。使い方で困ったらこのボタンを押してみようって。でもそれやん。押してみました。はい。あ、ハテナ、わかんなくなったらハテナ押そうということで。そういうことか。なるほど。さて、じゃあ書いていくけど、レイヤーはどれだろうね。とりあえずペンだからでもここが今ね。すごいいっぱい出てる。きっと、広告見たらね、いいペンなんだけど、もう、
最初に G ペンがあるので、まあ私はいいでしょう、G ペンで。で、ここにもカブラペンとか丸ペンとかあるやん。あ、すげえいっぱいあるやん。ほんとだ、スクールペンもある。さっきまで作ってた。で、ここに書けばいいんだね。あ、書けた。あ、いい。いい。あのね、強弱の入りがね、すごくいい。ほんとだ。これはいいぞ。ただ、これからのレイヤーは、これはレイヤー。レイヤーだ。これブラシ。あ、これブラシ。これレイヤー。これ色一覧。じゃ、これ何これ。トーンだ。アイテム。素材。すげえ。なるほど。じゃあ、とりあえずレイヤー1にまず書いていこう。これはいいね。あ、なんかあるぞ、ほら、いっぱい。あるね、素材が。もう今、素材がすごくない？どのソフトも。すごない？すごい素材いっぱいある。すごっ。瓶に入ったキャラクターとかもあるぞ。すごっ。待って。すごっ。ちっちゃくしないですか、それ。これだってちっちゃくするの。ここ、端を引っ張ってちっちゃくするの。マスクレイヤーとかいろいろ、なんかレイヤーの種類もめっちゃあるよ。カラーレイヤーとか。全然俺には理解できないんだが。普通のレイヤーが作りたいです。どうしたらいいのかな？カラーレイヤーでいいのかな？多分いいんだろう。これ使っちゃうとあれだからな。ここで大きさ変えれるんだ。これでペンの大きさ、ここでちょっとこうやってやるとちっちゃくなる。こうやって大きくなる。すごい！感覚的に使えるね。なんていうかこう、自分が書いてながらこう無意識にチュッ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 ってこう体が慣れてくると、すごいこう感覚的に使えるんだと思った。なるほど。やっぱありがたい。ありました。ダブルタップで消しゴムに切り替わる機能。あるんだ。もうこれです。これがあれば私もういい、本当に。もう他のアプリに何も望むことはない。じゃあ全部使いやすいってなる。そうなる。そういうことです。つまりは。でもやっぱ、俺が機械音痴なのがよくねえよな。違うんだよ。だから私はね、知ってるんよ。素人はね、機能がありすぎてもテンパって使えなくなるっていう、ね。ちょっと待ってくれ、俺今すでに何も書けなくなってる。いろんなアプリ、いろんな機能を見ちゃって、正直そのどの機能を使うかとか楽しみになってきちゃって、絵を描くことは忘れて、最終的にその機能もあまり使いこなせず終わるっていう。わけがわかんなくなってる、今。で、あとだ、どこに何があったかを後々思い出せなくなるっていうね。どうだこれでいいのか。これで、なんかパレットがここに出っ放しになっちゃってんだよな、俺。どういうことやねん。いじりすぎ。いじりすぎてわけわからなくなってる。絵描けてねえし。メディマンペイントでのイラストを描けました。すごかったな、これ。まあ、そうですね。最初はこの画面に戸惑ったけど、使い方慣れてくると、まあ、何ら問題はなく、私的には多分これ設定の問題あるだろうけど、何の設定もしてないからね、ちょっといつもより強弱がペンについて楽しかったなと思います。ちょっと雰囲気が違う絵だね。そう、ちょっと変えてみた。この絵に合うような、ちょっとラフな感じの絵にしてみました。今回私も、一応エスコちゃんシリーズとして描いてるから。なるほどね。俺も新本先生シリーズみたいなね。そう。使ったペンはもう2種類。一番上にあったその G ペンっていうやつ。G ペンってやつと、その後カブラペンソフトっていうのを使っただけですけど、なんかこうちょっと楽しい、息抜きにちょっとこれで落書きとかしたら楽しそうだなってちょっと思った。S 君どう？俺もだから今回は素材をちょっと使ってみた。なんか素材がいろいろあっていっぱい。動物縛りみたいなのしてたから、動物の素材を使って、まあ、新本先生が、ちょっとなんか野犬みたいなのだったらこんな感じかなっていうのでちょっと書きました。なんで2匹いるかな2匹の素材だったのカタカナだけ使うとかもできるけど。いや、そこはやっぱちゃんとね。ということで、じゃあメディマンメイトも結構問題なく、まあ、だから全然これでも OK。本当に楽しかったし。いや、てか、俺が使えるっていうのは、やっぱ結構いいと思う。そうだよね。じゃあ次のアプリ行きたいと思います。次はですね、この Adobe フレスコっていうアプリ。Adobe フレスコ。これ検索した、お絵かきアプリで検索したら結構上位に出てきてたのよ。まあ Adobe だから、要はさっき言った Photoshop とかね、もう Adobe といえばクリエイターの味方、Adobe の出してるアプリですね。早速行っていきたいと思います。またこれも今までとは違う画面がいきなり出てきたぞ。いきなりペンがいっぱい出てるやん。すでになんか書かれているぞ。
こんな表現ができますよってこと。こんなの使いこなしたらめっちゃうまい絵描けそうじゃない？すごいな。一回消しますね。じゃあこれあなたは消しますと。レイヤー削除。消えた消えた。俺もちょっと切ります、それは。参考になる。レイヤーを追加してみます。あ、かけた。ああ、なるほど。ってかすでになんかさ、用紙が画用紙になってない？あ、本当だ。お、しかもなんか水彩みたいなほら。書けるよ。おしゃれー。今何にもないとこのペンってこと？おしゃれー。これちょっとこれあれだ。超アートなんすね。自分のさ、力加減で色全然変わる。見てて。これめっちゃ強いね。これ弱い。ほら。まあ、だから水彩だからだね。ほら、これがウェットブラシだね、今使ってんのは。ウェットブラシいっぱいある鉛筆とか厚塗りブラシとか。とりあえず鉛筆でいってみる。上の方にあったから。私基本決めてんよ。私はもうアプリ使ったら一番上の方にあるペンを使うとしてもわからないから。とりあえずね、ちょっとなんかあれだな。また今までのさ、アプリとは違ってさ、なんかアドビって感じのおしゃれだね、背景やな。世界のアドビ。そうそう。やっぱこのデザイナーに向けたもうさ、私も今デザイナーになりきってるから。なんかそういうなんか素材の背景も多いな。本当に。やっぱそれぞれのなんか色が出てるね。ね。アプリの。やっぱダサさがないもんね、なんていうか。ちょっとね。いやー、ちょっと俺これは使えないかもしれん。俺の絵には合わないよね。今素材でなんかいいのないかなって探したけどさ、ちょっと俺には使いこなせないような素材しかなかったわ。いいね。備わってるね。ダブルタップで消しゴム、やっぱりこれにも。ただ、恐ろしいぐらい消しゴムが太いぞ。これでちっちゃくすればいいんだな。それは備わってんのか。アドビフレスコでイラストを描けました。これはまたなんかすごいね。ちょっと今までまた毛色が違った。ただ、ちょっと楽しくて、夢中になって真剣に私描いちゃった結構。なんかおもろいペンがあるっていうかさ、なんで今まで使ったことのない。いや、これは、ダサさに定評のある私でも、おしゃれな雰囲気の絵が描けるのではと、ちょっと期待してしまうようなアプリの起動感だったね。で、まあ、それで描いたのが、あえてだからいつも使わない鉛筆と水彩みたいなブラシを使って描いてみました。すげえ、なんか。ただ、もう難しいのはわかんないから、基本私はいつもこの一番上にある、この鉛筆とウェットブラシしか使ってないし、色もここになる、なぜかこの色しかあったからベースにね。この上の2色、この上の2色のみ使って今回描けたけど、きっとこれを使えばおしゃれに仕上がるんだろうという。ブラシがやっぱさ、なんかいい感じになんかこうおしゃれな感じのやつが多いからね。なんか楽しかった。あとなんだろう、もともと紙みたいな素材が入ってんだよね、これが。そうなんだよね。多分これが、もともとこれなんだと思うんだよね、入ってるのが。これのおかげでなんかめっちゃおしゃれに見えるっていう。画用紙に書いてるからね。そう、多分これ画用紙じゃないのも選べるんだと思う。大好き。俺はもうなんかよくわかんないけど。あれ、シーモト先生も擬人化動物化やめちゃったの。だから思いつかなくて、なんかこの、なんかアドビの、なんか中のおしゃれ感で出そうとした時のやつが思いつかなくて、とりあえず画面いっぱいにシーモト先生を描いて、画用紙そのままなんか活かそうっていう、この感じで描きました。別にこれ多分何塗っても、ちゃんとその元のやつに残ってる気がするけど。という感じです。じゃあ次のアプリ行ってみたいと思います。じゃあ次はですね、こちらもまたお絵描きアプリで検索すると上位に出てくる、このスケッチブックというアプリ使ってみたいと思います。もう鉛筆が出てるやん。最初から。鉛筆だけじゃないな。すごいペンがいっぱい横に出てるよ。これ全部ペンだよ。あ、ほんとだ。マジックとかマーカーとかだよ。これマーカーだ、ほら。で、多分これがレイヤーなのかな。なるほどね。これ何？どれにしよう。あ、これはエアブラシってことか。これ何？あ、これエアブラシ。その下はこれは鉛筆だ。これボールペンじゃない？ボールペンか。あ、これが。これ万年筆。万年筆だ。これはブラシ。これはまたおしゃれな絵が描けそうだな。めっちゃいっぱいあるな、ペンが。ヴィンテージマーカーでいこうと思う。
単なイラスト描き終わりました。おつおつ。こうペンの種類がさ、すごくいっぱいあって。あるあるある。多分私全然これ使ってないんだけど、やっぱこんだけペンの種類があるっていうのは、まあ色を塗ることはもちろんこれでいっぱいできるんだけど、なんかよりいろんな自分の好きな書き味、好きなペンを見つけて書くっていう、スケッチするよう本当に、のがいいんじゃないかなと、これやってて思ったよね。で、私は結局わかんないから、このいつも通りこの上にある、このマーカーね、これヴィンテージマーカーと名前が良くてヴィンテージマーカーってね。おしゃれやね。あとこの色鉛筆にしてね、鉛筆、色変えたら色鉛筆だからね。色鉛筆、あとこの一番下にあったこのカラービルダーっていうのだけでまあ塗ったんですけども。ミニキャラチックにしたんだ。そうだね。だんだん単に書くのに疲れてきたっていうのもあるんだけど。わかる、っていうなんかいつも色紙で書くような感覚で書いてみた。はいはいはい。はい、じゃあ S 君の方はどうでしょう？俺はもう完全に多分疲れたよ。疲れてて、何書いてかわかんなくなって、なんか招き猫をイメージして、ちょっと書きましたっていう。あ、招き猫ね。これはでかい風船を持ってんのかと思ったら、小判にスケッチブックで書いてある。なるほどね。以上じゃあ、次、最後のアプリ行ってみたいと思います。まだあったんだ、これ。はい、じゃあ最後はですね、こちらのこの音符がついてる、音が出るお絵描き for iPad というアプリで書いてみたいと思います。音が出るんだ。明らかに今までとはちょっと毛色が違う。でもこれも結構検索すると上位にいっぱいレビューついて出てたの。ということで早速やっていきたいと思います。はい、さて、だいぶシンプルになったぞ。なんか上にカラーパレットみたいなのがあるけどね。虹色ペンあるもんですね。おそういうことか。書くたびに音が出るの？じゃあこのアプリ今書いてみたところ、あれで全部の色によって音が出るっていうのが分かったんだけど、めっちゃおもろいね。めっちゃ音がうるさくなって撮影中音が出てしまうっていうのと、犬がいて犬がその音にめっちゃ吠えちゃうので、うちのぷくちゃんがね。ということで我々このアプリの面白さを全て消した音消しで書きたいと思います。そうね。いわゆる、なんか書いたやつで音が出ておもろいってことなんだ。そうだね。だから子供が楽しい。やばい。戻るができないのは私にとってかなりの痛手かもしれない。確かに戻るないな。しかもエズ君これに変えると黒い画面に書くこともできるよ。マジだ。一回キャンバス変えるごとに色が変わる。はあ、白黒かどっちかになるんだ。ああ、好きな、たまには黒いキャンバスに書けるよ。これやっぱこのカラーペン使うかなとせっかくなんだね。もう虹色だとね、何のペンが出るかわかんないよ。なるほどね。ほら。何書こうかな。この線の太さで書けるもん結構限られてくるぞ。じゃあ最後、音の出るお絵描きでイラスト描けました。これはもう一瞬だな。やっぱ使えるペンの太さが一番細いのでも結構太いから。あと一撃ミスったら全消ししかない。そう。だからそんなね、細かいね、絵は描けないなと思ったけど、やっぱね、私的にもアイス君も使ってるから、このカラフルなペンよ。いや、一番いいこれ。これ描くたびに線の色変わるから、私がね、どこでね、絵を切り替えてるのかが自分で分かった。いつ自分が線を切り返してるのか、要は輪郭も1回で描いてないんだなっていうのが、ほら、ここ1画、2画、3画なんだなっていうのが分かったし、何よりもやっぱね、大人向きアプリにはこういうペンってないね。確かに。書くたびに色が変わるなんていう。ちょっとなんか、こっちが楽しくなるような。そう、やっぱ忘れてた方が、なんかね、子供心思い出すよね、こういうペンってね。デスクの描いた絵は何？俺これ、シーモットさんの似顔絵。そのまま描いたってこと。なんかちょっとメキシカンみたいな感じで出しちゃった。いや、確かにちょっと、あれなんだっけ、リメンバーみたいな描いたんでっていう。で、まあ黒いね、キャンバスで描けるとさ、消すたびにキャンバスの色が変わるっていうのもちょっと面白いよね。だからこういう意味ではちょっと楽しかったね。最後にちょっと疲れてきたところにさ、ちょっと楽しい、これ楽しかったね。まあ次はぜひ音出しでやりたいなと思いました。まあ私的に使ってみてね、そうだな、一押し決めるとしたらなんだろう。いや、まず絵をやっぱ描く人たちには、アイビスペイントはもうマジでやっぱもう王道だったから、まずおすすめはできるけど、一番最後のアプリ以外は私正直だよ。変わらないんだよね、私多分。そうなんだ。どのアプリも多分それなりに時間かけたら多分全部同じクオリティで書けると思う。なるほどね。って思った。結果的にはだから、まあ自分の好みに合ったものを使うっていうのが一番なんだろうけどね。そうだ、なんか自分が使ってて、なんか好きなブラシがあったとか、なんかこの配置が使いやすいとか、なんかそういうの
さえ見極めたら、正直、全部 IBS ペイントもメリマンペイントも Adobe もスケッチブック、もうあんまり私大差ないのかもって思っちゃったね。もう開発者さんにこれが無料で使えるっていうことに、ただただ感謝しよう、我々はね。ありがてえことだ。本当に。だからみんなどれも試してみて、自分にベストの追いかけアプリを探してみてください。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしもとしんご。バイバーイ。